こんにちは。TTS の川本です。この動画では、物理エンジンの基礎第4弾として、Unity を使って振り子運動を作ってみます。また、ゲームキャラクターの下げやスカートが揺れる仕組みを少し詳しく分析し、その技術が産業分野で使えるかどうか考察してみます。よろしくお願いします。まずは体験でざっくりと Unity を使ってみます。見た目というか、メニューやアイコンの量はブレンダーよりも少なくてシンプルな感じです。メニューの中で言うと、ゲームオブジェクトの中の 3D オブジェクトやコンポーネントの中のフィジックスをよく使います。Unity とブレンダーの大きな違いは、Unity ではプログラミングによってオブジェクトの動きを細かく操作できるということです。試しに今書いたキューブをキーボードで動かすプログラムを書いてみます。スクリプトを追加し、これをキューブにアタッチします。この状態からソースを書いていきます。実行をしてみると、動いてるんですが、カメラの位置が悪いので少し直します。今右下に見えている小さな画面が実行時のビューになります。はい、このくらいで再度実行してみると、キーボードでキューブを動かすプログラムを作ることができました。動画だとキーボードを叩いていることがわからないと思いますので、マウスカーソルでキューブの位置を操作できるようにソースを変えてみます。ご覧いただいたようにカーソルでキューブを動かせるようになりました。こうした作業を細かく作り込んでいくことでゲームを作ります。ちなみに Unity で作った簡単なゲームがこちらになります。球が転がったり壁に対して跳ね返るところに物理演算を使っています。この程度のゲームであればチュートリアルレベルですので、プログラミングの知識をお持ちの方であれば簡単に作れるかと思います。今日は凝ったゲームを作るということはせずに、振り子運動のシミュレーションを行っていきます。まず振り子の絵を描いていきます。Unity では絵を描きにくいためブレンダーを使っています。ブレンダーから Unity にモデルを移植する際にはいくつかのコツがあります。その一つが今行っているようにブレンダー側で行った変形を適用し、さらに重心位置を整えておくということです。こうすることでモデルを Unity に移植した時に混乱を避けることができます。絵を描き終わったら個々のパーツを FBX 形式でエキスポートします。吐き出した FBX ファイルを Unity 側で取り込んでいきます。すべてのパーツを取り込んだら、振り子の支点となるキューブにリジットボディを与えます。支点は動かないので運動計算を行わない設定を与えています。さらに1番目の Q にカプセルコライダー、リジットボディ、さらにヒンジジョイントを与えます。ヒンジジョイントの設定では、結合する相手の合体オブジェクトを指定し、さらに回転の方向と回転の位置を与える必要があります。一番上の Q の場合、振り子の支点となるキューブと結合します。
さらにキューブの中心に回転軸が来るように調整していきます。あとは同様です。実行してみると、このように振り子運動を作ることができました。今行ったシミュレーションでは、球の重みで振り子を揺らしていました。今度は支点部の動きで揺らしてみます。先ほどと同じような作業ですが、支点に与えるアニメーションを作る工程が追加になります。やり方は以前の動画でご紹介したモーションの作り方と同じです。今回は1秒間で6コマ動くように作りました。先ほどと同様に FBX ファイルを介して Unity にモデルを移植します。この時、今作ったモーションも一緒に FBX に含めてエキスポートすることができます。今行っているのが FBX の中にあるモーションを取り出してキューブに与えるという作業です。この状態で実行すると、ちゃんと動いています。あとはヒンジジョイントを使ってキューとつないでいくだけです。実行するとちゃんと動いているんですが、振り子の動きが少し過敏すぎるように見えます。このためヒンジジョイントに粘性を与えてみます。実行すると、いい具合に揺れるようになりました。ちなみに Unity を使わずに振り子の運動を作ろうとすると C 言語や MATLAB といったコンピュータ言語を使って各級の運動方程式を時系列で解く必要があります。またさらにその結果に基づいてアニメーションを発生させるようなソフトウェアも別途作ることになります。学生時代にはそんなこともやっていたんですが、数学や理科、さらにパソコンも勉強する必要があってとても大変でした。一方 Unity を使うと、ちょっと絵を描いて設定を与えるというだけで運動を解くことができます。運動シミュレーションのハードルがぐっと下がるというふうに感じています。Unity の振り子に話を戻します。実は初音ミクの下げやスカートの多くが今ご紹介した振り子の運動で動いています。ここで振り子をスカートと仮定し、足に見立てたシリンダーを追加してみます。再生してみると、スカートに見立てた振り子が足に見立てたシリンダーを突き抜けてしまいました。貫通を避けるために
前回の動画でご紹介した当たり判定を使います。足に見立てたシリンダーにカプセルコライダーを与え、シリンダー全体を網羅するように大きさを調整します。再生すると、スカートが足を突き抜けることなく体の表面で止まるようになりました。ユニティを使った振り子と当たり判定で初音ミクの下げやスカートの動きを作れそうというところまで来ました。先ほどご覧いただいたシミュレーションでは足が止まってましたが、アニメやゲームでは足も動いているということが多いはずです。試しに足を動かしてみます。2つのパターンを作ったので違いに注意しながらご覧ください。スローでもう一度見てみます。左側ではスカートが足に蹴り上げられることなく連動するような動きになるのに対して、右側ではスカートが足に蹴り上げられています。この違いは何でしょうか？ちなみに YouTube 等で公開されている 3D アニメのスカートの多くは左側の動きをしていると思います。答えは左側の足はモーションで動いていたのに対して右側の足は物理演算で動いていたということです。大変ややこしいですので詳しく解説していきます。まずモーションはクリエイターが関節角度を指定するというやり方で作ります。関節の動き方を指定していますので、例えば足にモーションがあったならば、足が何か他の物体にぶつかろうと、ぶつかるまいと、足自体の動きは変わってほしくありません。足とスカートの間の物理的なインタラクションを無視するというのが正解になります。このため、スカートの側から見れば、足からの蹴り上げられる力を受けないということになります。重力に伴う落下に幾何的な干渉回避を付加する形で動いています。一方、物理演算では、クリエイターが指定するのは足に作用する力や加速度になります。運動の仕方は物体同士の物理的なインタラクションによって結果的に決まってきます。つまり足やスカートがどのように動くのかというのは動かしてみなければわかりません。例えばスカートの側がすごく重かったり勢いが大きかったならば足が押し返されるという可能性もあり得ます。非インタラクティブなつまり物理的には間違っている運動の作り方でも違和感を感じないのは、髪の毛やスカートが非常に軽くて反発の小さい物体だからだと思います。例えばハンカチをこのように叩いてみると、ハンカチの側が手の勢いを吸収して、手に対して大きく跳ね返らない動き方になります。ゲームやアニメをご覧になる方の多くが、このイメージを持っていらっしゃるのではないかと思います。また少し変な話なんですが、仮に足でスカートを蹴り上げることができてしまうと、スカートの中が見えやすくなってしまうので、動画を作る場合などで少し面倒になってきます。こうした事情で問題視されないというか、ゲームやアニメではこれが正しいということだと思います。最後に応用です。初音ミクの下げやスカートは重力は受けているものの体とぶつかって吹き飛ばされるような力は受けていないということが分かりました。しかし例えば工場で稼働しているロボットの干渉をシミュレーションしたいといったとき、せっかくなので干渉したときにロボットが周囲の物体をどのようになぎ倒していくかというところも知りたいですよね。これをどう実現するのか考えてみます。しかし残念ながらこれはなかなか難しいです。私自身も有効な解決策というのを現状では見つけられていません。一つの可能性としては、モーションを使うのをやめる。
そしてロボットの動きをすべて物理演算で作るというやり方があります。しかしこれもなかなか大変になります。アクチュエーターからの入力に対してロボットがどう動くかという、いわゆる制御問題を持ち込んでしまうことになります。というところで、Unity を使った物理シミュレーションはとても便利なんですが、産業分野で使おうとするともう一息というところがあります。先ほども申し上げたように、物理を無視するのが正しいモーションと、物理に従うのが正しい振り子を混在させるというのは、学校の教科書的には間違っています。少し高飛車な言い方になって大変恐縮なんですが、産業界にいる私からすると少し無理やりというか、掟破りな動かし方です。ただしかしそれは、Unity や物理エンジンが、悪いとかそういうことではないと思います。そもそも干渉や衝突を含んだ運動解析というのはとても難しくて、そう簡単に実現できることではないです。むしろよくここまで工夫してやっているなというふうに感じる部分が大きいです。学校の授業や教科書を真に受けるだけでは、動画の中でご紹介したスカートのアニメーションや、広く言えば世界で評価される日本のゲームやアニメは絶対に生まれてこなかったというふうに思います。結局のところ産業界もゲーム業界もそれぞれが独自の世界の中を突き進んできて個別に尖ってきたということだと思います。今は別方向に向いたベクトルを揃えていくようなアプローチを見つけていきたいですね。この動画では Unity を使って振り子運動を作ってみました。かなり難しかったんですが、Unity 面白そうだな、使ってみたいなというふうに感じてくださった方がいらっしゃればとても嬉しいです。次回は物理エンジンの決定論的性質という話をさせていただこうと思っています。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。